call to the mountain sitting across the bay. Morning comes always steadier than yesterday. 今日から8月1日、あっという間に今年も8月になりました。もう外は暑くて暑くてたまらないんだけれども、その分お部屋の中を涼しく過ごしたいなと思っていろいろ工夫をしています。お花というよりは、今は緑を多くして視覚的に爽やかな涼やかさを出しています。もうこのお花というよりはこのフラワーシャンデリアというか、これはグリーンシャンデリアになっています。ジャスミンの葉っぱですね、枝をカットしてくね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 しているので、なんかとても面白いなと思って、ずっと最近ジャスミンの葉っぱで、ここをグリーンシャンデリアにしています。今日は7月に行った6月だったか、北欧の旅の思い出も、一緒に、再び飾ってで、緑を多くしたのでルームツアーをしたいと思います。このコーナーは、私の好きなグリーン、特にセージグリーンをポイントに飾っているコーナーです。このね、照明器具の色を基調に、で背景ももともとグリーンがございます。なのでここはこのハンキングのポットも同じセージ色を持ってきましたし、山口一郎さんのこの絵もお花がセージ色で、セージ色で統一している、そういうコーナーになります。夏らしくやっぱりガラスのものを置くと、とてもガラスが爽やかな透き通った夏らしい雰囲気を出してくれているので、いろいろとガラスを多用しています。高さがいろいろあるととてもいいですね。このコンポートはですね、いつもいろんなものが、季節のものが入っています。今回は先日お客様からホワイトポプラをいただいたので、これをリースにして、去年も多分同じ時期に YouTube で撮影したかな。はい。で、こういう風に可愛く、作って、ちょうど2個できたので、1個は壁にかけて、1個はここで飾って楽しんでいます。そうね。あと、このシェードもこの蝶々飾ったり、葉っぱを飾ったりして楽しんでいます。これもすごい旅の思い出で、この葉っぱちゃんたちは、デンマークで買ったものですね。なんか見るたびにその買った場所を思い出して、懐かしんでいます。また行きたいなと思う花屋さんで買いました。で、7月のガーデンズライフレッスンで作ったキャンドル、北海道からお取り寄せしたラベンダーで作りました。あと、そうね、この子も今日ここ白っていうのはやっぱり夏らしくて、どんぐりちゃんのキャンドルなんですけど、キャンドルはつけず白いどんぐりを飾って、で6月のスウェーデンのアンティークマーケットでゲットしたものね、これをゲットしました。多分インク壺なんですね、クリスタルで。これがシルバーになってると思うんだけど、インク壺だけどポプリ入れにしようかなとか、ここにバラの花を一輪挿したいなとか、いろいろ見た時に何かに使えそうと思って、購入しました。ちょうどここのね、シルバーの蓋のところが可愛らしいお花の模様がついてて、それに魅惑されちゃってゲットしたものです。はい、でこの子も、スワンですね。
デンマークに一番初めに行った時にですね、またアンティークマーケットに行って初めて買った絵皿です。その時は北欧のことがあんまりわからなかったけど、北欧って鳥がいっぱいいる、そういう場所なんですね。で、本当になんて可愛らしいんだろうと思って買った白鳥の絵皿ですけど、これもここの色味としたらぴったりしてくると思うんです。なんか色味を統一していくと、そのコーナーを作るとすごい飾りやすいと思います。あと観葉植物もですね、ここに個飾ってありますけど、ちょっと待ってますかね。この子も普通にうちのショップで売ってたらこういった具合に売ってるんですけど、普通は陶器のカバーにポットに入れるんだけれども、私はあえてぴったりあったらガラスのこういう器に入れて飾っております。そうするとなんか重たい感じがしないんですね。ちょっと軽やかな感じになるので、ガラスに入れて飾るのが好きです。で、この間広島でイベントをしたんですけど、その時に見つけたガラスの鳥さんです。これも夏らしい夏の鳥さんですね。あと本当にここの空間は、こっちも少し1個置いたりしてますけど、これもそうですね。ガラスの器の上に高さを出して、下が透け感なので重たくないので、そういうものを合わせています。よいしょ。どこから見ても、どこの席に座っても、素敵に見えるかな。さっき作った寄せ植えをここに置きます。こうかな。いいですね。どこから見ても爽やかです。さっき作ったエレガントっていうテーマを言った寄せ植えですけど、このお玄関入ったところにいつもここクリスマスローズが入ってるんですけども、クリスマスローズを下に置いてさっき作ったコーンを持ってきました。ここは直射日光が当たらないので、ちょうど暑い、夏観葉植物がうまくいきます。この辺りのインテリアはちょっとグレーが主でしっくりトーンを落として持ってきています。なのでもともと合わせた観葉植物はこの黒い子ね、これおしゃれよね。この子を持ってきて、この子が先に来て、椅子のカバーの張り替えの時に濃い色を持ってきました。そして最近このテーブルをずっと事務所に使ってるテーブルをグレーでぴったりだなと思って持ってきたのね。なので、グレーでトーンを落としてるんですけど、そこに白をあえて持ってきています。明るい窓際なので白で合わしました。このハンキングもそうですけど、ちょっとベージュっぽい色で、この子もすごい強くて可愛いです。難しいって言われたんだけど、私にはなんかちょうどいいみたいで、なんでちょうどいいのかなと思ったんだけど、下にあると水をやりすぎる感じなのね、私が。だから水をやりすぎて調子が悪くなるけど、上にあるのであんまりしょっちゅうやらないので、ここからこう持ち上げて、あらちょっと軽くなったなと思ったら上げるので、頻繁でないところが私に合ってるんだなと思います。はい。で
さっきね作ったホワイトとグリーンだけに徹して作った。どうでしょう。かわいいね。これぴったりやね、これね。こんな風に白とグリーンだけで作ったのがこのコーナーには、その照明器具もここにねグリーンのリースを含めて白とグリーンでできてます。あとほら、この間フィンランドにも行ったので、そこでムーミンを買ってきました。なんか私のテイストじゃないって言ったらテイストじゃないかもしれないんだけど、旅の思い出にちょっと当分の間は置いとこうと思っています。あとこれはイッタラバードですね。これも本当にもうずっと憧れてて、欲しいけど何買っていいかわかんないしっていうところから始まったんですけど、もう本当に北欧に行くたびに私何枚も鳥の写真を撮ってくるんですね。で、その中でよく見るようなイメージの子であったり、ちょっと白でゴールドをあしらったような感じを見つけて、大きな子とちっちゃい子を買いました。で、この子はこの間のスウェーデンの花屋さんで、ガーデニングショップ、ガーデンブティックっていうところであるんですけど、そこでゲットしたものです。すごい可愛いですね。これはいらした皆さんと1個ずつ買って帰ろうって言ってみんなで記念に買って帰ったものです。はい、あとこれはですね、やっぱ私ガラスが大好きで、特にコンポートが好きなんですね。こう足があるの。こういうものをすごいよく見るとたくさん集めています。で、飾りやすくて、これはコーヒーの、木ですね。でもただのグリーンだけですけど、それをもう入れてるだけです。それでもなんか素敵だと思うんですね。これはそうだ、有滝さんのろうそくですね。これも白くて素敵なので飾っています。下もやっぱりじょうろも白を集めてます。ここは本当に白のコーナーって決めたんですね。このアイアンの今度これから今開発中の新商品、ビオラの季節には販売します。あとこの子も面白いでしょね。ガラスの中にポットをポンと入れただけで育てたらこんなに長く出てきました。この子はこれはもうみんなよくやってるかな。根っこが出てきてるけど、水の中にアイビーを差し込んだだけです。水栽培ですね。でこの人たちもすごい強いので、ポットに絡ませたりして飾っています。あと最近ガーデンズでちょっと私がヒットしてるんですけど、この子はもうポンと入れてるだけなんですけど、こういう壁掛けの器を販売してて、もう何がいいってここにポンと入れるだけでいいっていうのが私にはもうたまらなくいいなと思ったことなんですね。かわいい、入れるだけでみんな悩んでくれてね。ちょっと順番変えた方がきれいかな。確かこんな感じかな、ね。ちょっと壁に表情が出ました。白い壁の人はとても白が似合うんじゃないかなと思います。ずっと養生中だったこの子もちょっとずつ葉っぱが出てきました。春が来てから。もう調子が悪かって一生懸命面倒を見て、面倒を見るということは見るだけで、あまり余計なことをしない方がよくて、特に冬はね。春になるとお水が欲しがるのが分かるので、あげてたら新しい葉っぱの子だけになって復活してきて、とても嬉しいです。あと階段ももう本当に私は物を置きまくってますけども、この螺旋階段をかなり利用して、歩くのはもう真ん中の方だけなのね。端の方は歩かないので、
端のところにいろいろ置いてます。ずっとこうヒットしてる、あまりランの花でも、芯の色がついてない白い子がすごいヒットで、見つけるたびに買ってしまいます。で、この子もやっぱりこのガラスの器すごいおしゃれなので、もうこういう状態で販売してるものなんですけど、ね、陶器、だいたいツルツルの陶器がね、多いですけども、これに入れたら、ここがガラスで、ここはマットでおしゃれだなと思って入れています。あとも本当いろいろですね。このくるくるの子も、めっちゃ可愛いなと思いながら、枯らさないように、水をやらないように我慢してる。この子も多分水をたくさんあげすぎるとすぐ枯れちゃうと思います。もうね、もう3度目の正直ぐらいなの。今回は1年以上受けてます。このなんか変なサボテンも、もう、どうだろう、7、8年いるかな。どんどん伸びちゃっています。あと、この辺りもそうですけど、これモンステラなんか誰でも育てられるし、これもなんか結構強いので、名前は知らないけど育ててて、ここはグレースのご飯の場所です。実を言うと。そう。だからここもね、グレースのお水とご飯もね、ホワイトとグリーンなの。これは、ご飯はルクルーゼの白です。で、お水は、なんかネットでグリーンで探して購入したものです。あとそうね。で、ここもね、ちょっとしたあれだけど、これもグレースの、ドライフードが実は中に入ってて、で、ここからご飯をあげています。でもほぼほぼ、グレースのご飯は手作りにしてるので、私が出張で手作りが、間に合ってない時とか、そういう時にここからスタッフに取って食べて、ね、グレースに食べてもらっています。みたいにもうどんどん上まですごい飾ってるんですけど、植木鉢の色があまり主張しないようにして、色を淡いグリーンとかにして抑えています。本当にシックなコーナーが欲しくて作ったコーナーで、前々から持ってたサラグレースの鏡とかのコーナーなんですけど、今、ショップで売ってて、もうめっちゃ飛びついちゃったんですけど、この、洒落たランが出ています。最近花が咲いて、この葉っぱの色もとてもお気に入りでおしゃれで、なんてって思ってた時期もあるんですけど、ちょっと最近ランにも目覚めています。あとはもう鳥さんの中に終わったランの葉っぱだけをここで入れて管理しています。ろうそくと。あと花冠で、もうね、6月にどれぐらい花冠を作ったかイベントいっぱいしましたね。これはローザンペリーで作った花冠を持って帰って、それで乾燥しています。こんな感じかな。ここはもう必ずハットホルダーで、ここの鏡で帽子をかぶって出かけるときに必ず。で、帰ってきたらここにいい場所ができました。下ももろもろ養生中ものがたくさんあります。で、ここはこの間作り変えたホワイトポプラのリースです。この子はもう4年ぐらい前からずっとこの鉢で花も咲かせてないんだけど育てています。ここで本当根洗いしてる根があんまり水栽培してるものをいただいたんですけど、それで持って帰って水栽培でしてたんですけど、土に入れてみました。あとこれはさっき向こうで広島で買ったのよって言ってるそれの黒い子です。ここ本当はいつもユリが入ってるんですけど、もうユリもね買いに行ってもなくて、それで今ガラスのまんまです。でもアンティークので形が気に入ってるので入れなくても置いとくだけで素敵かなと思います。ここはグレースのお部屋なんですけど、グレースのお部屋は観葉植物で木陰みたいに作ってあげてて、
で、2階の踊り場からグリーンも垂らしてて、グレースはグリーンに囲まれて暮らしています。